のデスク周りの作業関係なんですけど、もうちょっと撮影映えするように CG で考えて DIY でもうちょっとアップグレードしたいと思います。これが引っ越した時に作ったこの家の 3D なんですけど、もうちょいこの 3D で作って詰めていきます。今イメージを膨らませようと日の光が入る感じでやってみました。マテリアルを追加してレンダリングをいろんなところでしてみました。今これが作れるように1枚の板からどうやって切ってほしいかって指定して木材屋さんに注文しました。木材屋さんでカットしてもらったんで、これを組み立てて棚にしていきたいと思います。こんな感じになる予定なんですけど、強度に若干の心配あり。この板がだいぶ反っちゃってて、もうちょい厚い材料にすればよかったと思ってますが、パーフェクトフィット。作ってみました。結構 CG そのままになったような感じがします。続いてこのもう一方の棚を作っていきたいんですけど、この金属の方の、これは鉄の板を知り合いの金属加工の会社の人に作ってもらいました。図面を送って。このワイヤーがこういう一本で、ここに S 字フックをつけてかけて、ここの部分をこれで留めてみたいと思います。斜めってるけど怖いか。おお、ちょっとできました。この世で一番ゆらゆらする棚。こんなこともあろうかと、ここに穴が開いてて、この壁に固定すればグラグラしないんですけど、この線が下まで続いて下と固定されてれば結構揺れは収まるかもしれません。完成しました。結構 CG と同じような感じになったんじゃないでしょうか。軽くスケッチでも描いてみたいんですけど、今こんな感じで描けたんですけど、棚を作っていろんなのを置いて、こう置いてあるものが逆光でちょっと影になって見える風な感じにしようかなと思います。465、30センチの棚を出すとこっちへの視界が全くこの上まで切れちゃうのはどうなのかなと思い始めてます。こっちを向いてやるっていうのがありますね。このようにち
ちょっと机の向きを変えてみました。一旦こんな感じかなと思ってスケッチ描いたんですけど、ちょっと圧迫感があるかもしれないので 3D で作ってみます。悩んだんですけど、この辺のものをそれぞれ独立させといた方がこのレイアウトじゃなくなった時に使いやすいかなと思思ったんですけど、この辺とかなんかごちゃごちゃしてたんで、もうちょっと違うのを考えてみて、ここは真正面向いてるんで、やっぱり真正面の棚を作ろうと思って、ここにカーテンレールがあるんで、ここから吊り下げて、これはなんか金属の薄い板で上から吊るした棚にした方がすっきりするんじゃないかなと思って、この辺も。